こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画は、これですね、このメタルアップグレードパーツセット。これを、このジムニーに取り付けていく動画の後編の動画になります。前回、前編ですね。前編の動画で、この前後のアクスルを組み立てたんですけど、お疲れ様でした。実際に組み立てた方ですね。お疲れ様でした。で、どうでしょう？ちょっとこの時点で、ちゃんと動きそうかどうか、ちゃんと走りそうかどうかっていうのをちょっと今一度確認していただいて、今回、いよいよこれを車体に組み付けていくんですけど、正直これ、ちょっと、なんていうのかな、不安要素っていうか、これ大丈夫かなっていうところがありつつ、いいやって言って組み付けてしまうと、結構ですね、現場ですね。現場行くじゃないですか。走らせに行って、その走らせてるところで、やっぱり不具合が出ちゃうっていうのが結構やっぱり残念じゃないですか。もちろん、ラジコンやる限りは、そういう、現場に行って不具合が出るっていうのは付き物、そういうのと付き合っていかなきゃいけないっていうところはあるんですけど、やっぱりなるべくトラブルがないようにした方がいいと思いますので、この時点でですね、ちょっとここがスムーズに回らない。特に、こっちを動かしてスムーズに回らないっていうのは、ぼちぼち大丈夫なんですけど、ある程度動いていれば。こっちですね、こっちのプロペラシャフトの方を回して、スムーズに動いているかどうか、ちょっとここぐらいは確認していただいて、実際に組み付けていただければと思います。じゃあ早速、これを車体に組み付けていきたいと思います。で、まずですね、やっぱり、ボディを取らないと、組み付けがスムーズいかないので、ボディを外していきます。もうこの動画まで来てる人は、ほぼほぼ大丈夫だと思いますけど、ここですよね。この奥の方の2本と、あれちょっともう外れてますけど、ここの6本ですね。ここの奥1、2、で、3、ここですね。4、で、この後ろのところですね。5を、ここが6。この6本を外せば、簡単に外せますので、サクッと外していきましょう。はい、ボディが外れて、で、これいつも言ってるコネクタですね。コネクタなんですけど、線を持たずに、ちゃんとコネクタの横にちょっと爪みたいの出てるんで、そこを持って左右にぐにゅぐにゅぐにゅってやって、引っこ抜くと。で、戻す場所ですね。どこに戻すのか分からなくなっちゃうっていうのが不安だなっていう方は、この時点でなんか、油性マジックかなんかで印つけておくといいと思います。はい、例えば、こんな感じで、ちょっと見づらいかな。この辺に、印つけて、で、引っこ抜いた方ですね。引っこ抜いた方の、ここにも印をつけました。で、2本外すと思うので、こっちも、例えば、このコネクタのところにですね、さっき1本印つけたんで、こっち2本にして、で、同じくここに2本、印つけるみたいな。こんなんしてもいいと思います。ここですね、ここに1、2っていう感じで、印をつけました。はい、じゃあ、ボディをちょっと避けといて、シャーシですね、シャーシにアクスルを組み付けていきます。どうしましょう？これもやっぱり楽な方から、ちょっと練習がてらっていう感じで、特に初めて組み付けされる方ですね、練習がてらっていう感じで、リアの方が全然簡単なんで、リアから行きましょうか。はい、じゃあタイヤ外しまして、ついでにフロントも外していきましょう。はい、4つタイヤ外して、シャーシだけになりましたと。で、アクスルの交換なんで、これですよね。これを外していきます。で、これ、すでにメタルのプロペラシャフトついちゃってますけど、これは以前の動画で、このメタルプロペラシャフトのみの取り付けをやったんで、ちょっとそれの名残というか、でついてますけれども、今回ですね、あえて、これは取り外して、同じなんですけど、この、新しくプロペラシャフトこっちについてますので、こっちを使用して、進めていきたいと思います。なので、これ、ノーマル状態の方はですね、プラスドライバーで外すことになると思うんですが、いずれにしても、このプロペラシャフトですね。これをまず外していきます。はい、プロペラシャフトを外します。で、この時点で、どうせフロントも後で外しますので、フロントも外しちゃいましょうか。はい、これで前後のプロペラシャフトが外れましたと。じゃあ、リアのアクセルを外していきます。こっちがネジになってると思うので、これですね。このピボット側の
プラスネジを、ここですね、ネジ山が浅めなんで、慎重に外してください。ゆっくり回すとこう外れますので、このネジですね、外して、反対側も一緒です。ここですね、こう、そーっとゆっくり回してください。途中まで回すと、もうちょっとしかネジ山が切ってないんで、こんな感じでスポッと外れると思います。そうすると、ここがですね、こう外れて、こんな感じになりますよね。で、ここに、またネジが現れると思うんですよ。こう、パカッとめくると、ここにネジが現れると思うので、この4つですね。この4つを外すと、アクセルがもう取れます。じゃあ、ここも一旦4つ緩めて、で、ちょっと大変ですけど、手回しだと特に大変ですけど、全部緩めて、そうすると、こう、緩め切った状態になると、ネジが外れると思いますので、これ全部ですね、もうガンガン外しちゃってください。はい、そうすると、今ちょっとポロポロっと取れちゃいましたけど、この樹脂製のリーフ、板バネですね。これと、まあこっちもそうですね。こっちも。リーフ、樹脂製のリーフ。これが取れて、これ左右前後特にないんで、そんなに、なんて言うんでしょう。気にせず、こう、バラバラっと取っちゃって大丈夫です。で、これがノーマルのリアアクセルですね。これを、今まで頑張ってくれてありがとうということで、これ外しておきます。で、このリーフもですね、外したついでに 2.5mm ドリルですね。お持ちの方は、それで通してもらっておくといいかなと思います。そんなに必須ではないです。あれこれ意外と通ってるな。あれこれリーフは、通さなくても大丈夫なぐらい穴開いてますね。こっちか。この下駄、これの、ちょっと怪我気をつけてくださいね。ちょっと雑にやってるかもしれないですけど、僕。怪我だけは気をつけながらやってください。はい、これで、こっちのメタルアップグレードパーセットについてきた、このビスですね。スクリュービスじゃなくて普通のビス。これがこう通りが良くなるって感じですね、ここに。こんな感じで。で、あと、これも必須じゃないですが、どうせならっていう感じで、ついでにやっておいてほしい加工がありまして、こういう角棒の棒ヤスリか、これ平ですね。平のヤスリ。これで、この溝をちょっと広げておいてほしいんですよ。ここにこのリーフが収まるじゃないですか。後で組み付けるときに。ここがですね、若干きついんですよ。ここが。なので、まあ、よりスムーズに動くようにっていうことを狙って、ここですね。こう、横の面をちょっと削って、ちょっと幅を広げておくといいんじゃないかなと思います。まあ、こう、角棒でもいいですし、この中をちょっとこう、広げてあげるって感じですね。そうすると、このリーフが、こう、スカスカになるんですよ、ここが。あ、ちょっとまだかな。こう、ちょっとスカスカになるまで。特にこの金属のリーフ、こっちがですね、結構削んないとスカスカにならないんですけど、これがスポッと簡単に入るぐらいまでは削ってあげるといいと思います。これ今、カメラに映すために、こう、ちょっと空中でというか、手に持ってやってますけど、実際の作業としては、多分こう下に置いて、これぐらいの感じになると思います。やり方としては。結構削るんで。はい。で、ある程度削ったら、この金属のリーフですね。これがここにスポッ
と入るぐらいになるかと思いますので、それぐらい削れていれば十分かなと思います。あとはついでに、これも全然走行性能影響ないですけど、なんかバリっていうか、このリーフにランナーから切り離した跡みたいなのありません？このポッチッとなってるやつ。これですね、このポチってやつ。これも一応僕はなんか気持ち悪いんで、ヤスリでこう削り落としてあげたり、デザインナイフとか普通のカッターでもいいと思います。で、平らにですね、鳴らしてあげる。これ、なんか、組み立てるときになんかこういうのあると嫌なんで、これは個人的な、本当に個人的な、これなんていうんですか、趣味嗜好じゃないですけど、なんか気になるんですよ、僕はこういうのが。なので、個人的に切り取ってるだけです。なんか普通のこういうカッターでもいいと思いますし、こういうので、こうピッと。はい、じゃあちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、いよいよ取り付けですね。で、この時に、結構向き間違えちゃうんですよね。これ今、ひっくり返ってるじゃないですか。で、その時に、こうなるよねっていうのをちょっとよくよく確認しながら、作業を進めてほしいんですけど、で、これは、ファーストロットなんで、実際に組み付けた時に、この赤い玉、これがですね、左に行きます。左寄り。で、ちょっと、どっちかわかんなくなっちゃったっていう人は、ジムニーの場合、C74 の場合ですよ、は、このノーマルギアボックスを使ってる場合は、っていう形になるんですけど、フロントとリア一緒なんで、玉の偏りが。だから、こう見ると、今、このデフ玉ですね、ここが、画面で言うと上に寄ってます。なので、リアも上に寄った方向で取り付けると。この辺をよく確認しながら、これがここにこうくっつくわけですよ。こうくっつくんで、こうですよね。なので、これをこうひっくり返して、これもひっくり返して、ここでこうやってつくんですね。こういう風に。で、ちょっとややこしいんですけど、まずビスを用意してください。なんかいっぱいビスあると思うんですけど、現時点で。この長いビスのうち、ちょっと短いのとすごい長いのがあるんですよ。これの、こんな感じで、今右2本が長いやつで、左2本がちょっと短いやつなんですけど、どっちでも組めるじゃ組めるんですけど、おすすめは長い方かなと思います。こっちの方がしっかり奥まで入るんで。なので、この長いやつ。これを、一応リアの取り付けで4本、で、フロントも同様に4本使うので、8本ですね。8本用意しておいてください。はい、じゃあさっきの続きいきます。ここに、最初に、このネジ1本。1本とか2本か。2本刺さるんですけど、どうやってやってったら分かりやすいか。一旦、ネジに2本入れます。さっきの元に戻すだけっちゃ戻すだけなんですけど、そのやり方としては、ここにネジ2本入れます。で、リーフですね。リーフの、長い方の樹脂のやつ。金属、長いリーフの樹脂製のやつ。で、短いやつですね。これを通しますと。で、さっき、ちょっとこう削った、このブロックですね。これを、入れます。そうするとですね、これは近づけた方が分かりやすいですね。こうなりますね。この状態。ネジ2本でもう串刺しにする状態ですよね。今のパーツ全部。金属のリーフ、長いプラリーフ、短いプラリーフ、で、このブロック。そこに、これ2本突き出てると。で、この向きでしたね。この向きでこれを取り付けるんですけど、両方用意しておきましょうか。はい、こっちも先に全部通しておきます。金属リーフ、長いプラリーフ、短いプラリーフ、で、このブロックですね。はい、これで両方準備完了です。ここに、これですね。これを通していきます。こうですね。で、ひっくり返すと、取り付けられるんですけど、
メタルアップグレードパーセットの中にこういうのが入ってたと思います。これで、最後ここのところですね。さっき出てたネジ2本のこの先の部分。これをちょうどここフィットするんですよ。当てがって、で、ネジ回してあげると、取り付けができますよね。ここもそんなアホみたいに力いっぱい締める必要はないので、もう普通の強めぐらい。こう締めてって、最後、グッとなったなっていうところで、まあちょっと2箇所、2個ネジがあるので、右左右左みたいな感じでちょっとずつ締めて、ある程度の力でグッと締め付けができてれば大丈夫です。ここちょっとあまりにも締めすぎると、シャフトとかベアリングを圧迫しちゃって、こう回転がですね、渋くなっちゃう場合があるので、そこは注意してください。反対側も一緒ですね。さっきの、これを使って、ここですね、ネジを受けてあげて、ネジを締め込むと。ここも、まあ、そんなに難しくないですけど、左右交互に締めていくような感じが、より確実かなと思います。はい。これでしっかり取り付けができましたので、もう、あとはここに戻すだけですね。こんな感じで。はい、ここに使われていたネジはこれですね。この途中までちょこっとだけネジ山がついてる。このネジ。これを使います。で、この時にリーフスプリングの調整したことないやっていう方は、一応見ておいていただくといいと思います。ちょっとこれ別動画で調整の仕方やってるんで、どうしようかな。そっちのリンク概要欄に貼っときます。ちょっとこっちの動画では軽く説明しますね。少なくともこのリーフ左右ですね、ちょうど同じぐらいの曲がり具合になってるかっていうのは、こう横から見て確認しておいていただくといいかなと思います。で、例えばどちらかだけがすごい曲がってるとか、まっすぐとかっていうのがあれば、こんなペンチかなんか使ってですね、こう、ぐっと曲がり具合をこう、全然見えないですね。どうすればいいの？こう、一応こっちか。こうか。すいません。こうですね。これでこう、曲がり具合を微調整、この時点でしておいてあげるといいと思います。で、これが、車高の高さですね、にも関わってくるので、結構何度か繰り返さないと思ったところにならないっていうのはあると思うんですけど、まあ、ここもこだわって追い込みたい方は、何度か調整してですね、やっていただくといいと思います。で、突っ張りすぎるとポヨンポヨンになりすぎちゃいますし、逆に突っ張りが弱すぎると、この R ですね、曲がり具合が弱すぎると、車高が落ちすぎて、サスがちゃんとストロークしないっていう状況になってしまうので、まあそこは好みもあるところではありますので、ここもですね、また、まあ今回ちょっとメタルアップグレードパワーセットの組み付けなんでそんなに深くやりませんが、ここもですね、結構調整奥の深いとこかなと思いますので、良ければですね、また改めて調整してみてください。で、この時点でちょっと厳密にやっておきたいなっていう方は、すいません、別動画に飛ばないといけないですけど、リンク貼っておきますので、そっちを見て調整してあげてください。はい、じゃあ、ここですね、ネジ締めていきます。で、まあ、ここ大丈夫ですよね。わかりますよね。この穴と、リーフスプリングの、この穴が、一本ネジが通るように場所をですね、揃えてあげて、で、ネジを通すと。で、ちゃんとこう、外れないかっていうのを確認しつつ、このネジですね。これを締めていくんですけど、ここのネジ、メスのネジ穴の方が特に弱いので、本当に締めていって止まったらもう、それ以上は締めないっていうぐらいで大丈夫です。ここそんなになんか緩みそうでそんなに緩まないんで。いやまあでも緩むか。緩みますけど、時々点検してあげれば、そんなにすぐ外れるってことはないので、まあネジ山を壊してしまうよりは、ちょっと控えめに回しておいて、まあそんなには緩まないです。まあ、全然緩まないとは言えないんですけど、
時々点検はしてあげてください。はい。じゃあ反対側も同様ですね。はい。ほどほどの締め付けで、組み立てをすると。はい。簡単ですよね。リアはもうこれだけなんで、あとはプロペラシャフト。これ車体によって先にこう通しておかないと、一旦アクセルをまたちょっと緩めないと取り付けができなかったりするんですけど、ジムニーの場合は大丈夫です。後でも取り付けが可能です。こんな感じで、結構余裕があるので、こうですね。で、当然こっちも D カットがありますので、それだけちょっと意識して。あ、そうそう。で、この時点で D カットが変な方向いてて取り付けられないっていう場合は、なんかペンチかなんかでここ掴んであげて回すと回るんで、それでちゃんと D カットの平らな面ですね。がこちら側に向くようにして作業していただくとやりやすいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、芋ネジですね。芋ネジを取り付けます。一応、この時点でもうネジロック剤使って止めてもらってもいいと思うんですけど、僕はちょっといつもですね、だいたいこういう作業するときは、最後に、プロペラシャフトは最後にネジロック剤を打ってます。っていうのも、どこか組み間違いとかあって、ここちょっとやり直さなきゃとかっていう時に結構すぐプロペラシャフト外さないといけなかったりするんで、自分を僕はあんまり信じてないんで、最後に、これでバッチリだってなってから、本当に最後にプロペラシャフトのネジロック剤、芋ネジのネジロック剤を、塗って、組み付けて、それで作業完了っていう流れにしてます。というわけで、この時点では塗らずにいっちゃいます。塗りたい人はもう全然この時点で、塗っちゃってもらってもいいと思います。じゃあ続いてフロントですね。フロントは結構大変なんですよ。やっぱりステアリング機構がついてますので、これですね、このステアリング機構がついてますので、これをちょっとうまく対処しながら組み付けをしないといけませんので、ちょっと小難しいところあるんですけれども、じっくり、確実にやっていきましょう。このピボットのネジ、これを外すところからっていうのは一緒ですね。ここまず外しちゃって、ゆっくり慎重に外します。ここのネジは。はい、慎重に外してあげて、はい。で、このピボットのネジを外した後にこうもうめくれると思うんですけど、ちょっとうまくめくれない場合は、これが引っかかってると思います。このサーボの配線。これがですね、なんかこっちの方でちょっと引っかかったりしてると、めくれない場合があると思いますので、その場合はちょっとこううまく長くなるようにしてあげて、こうめくると結構めくれると思うんですよ。で、そっか。ちょっと慣れてる人はこのまま変えれちゃうと思うんですけど、今回は画面にも映しにくいので、このサーボのコネクターも抜いちゃいます。これ抜かずにやれる方は抜かなくてもいいですよ。これもまた戻すときに向きがあるので、それはちょっと覚えておいてください。この向きで見たときに、基板の外側がマイナスって感じ。この茶色ですね。この茶色のコード。で基板の内側、今画面で向かって右側がオレンジ色のコード。これだけ、間違えないように、後で戻せるように覚えておいてください。この動画見てやれば問題ないと思うんですけど、はい、これでだいぶ線こう来るんで、めくることができるようになったと思います。多分これ作業してるうちにこっちにポコンって出てきちゃうかもしれないんですけど、コネクターの先っぽが。もちろん、もしそうなっちゃった場合は、最後組み付けるときにここから戻せばいいんで、その辺はあまり気にせず作業を進めてください。構造が複雑ですけど、同じですね。ここのリーフスプリングを止めているネジ4本、これを外していきます。結構このノーマルの樹脂製のアクセルのネジ外すの結構硬いんで、ちょっと怪我とか気をつけながら、確実にトルクをかけながら、外してください。これだけトルクが必要なところは、この大きい方のドライバーの方が回しやすいですね。グリップが太いので、ちょっとミニドライバーの方だと若干厳しいかもしれないです。休憩しながら回さないと手が疲れちゃうかもしれないですね。
はい、4本ですね。全部緩めて、これももう、リアと一緒です。とりあえず取っちゃって大丈夫です。バラバラバラっと。こんな感じで、全部取っちゃって、で、すいません。ちょっと自分でやるときはこれ外さなくてもいいかもしれないですけど、やっぱり説明がしづらいんで、外します。基板外して、この基板もネジ1本で外せますので、外して、で、この穴からですね、このサーボのコネクタ、これ出しちゃいます。完全にちょっとシャーシから外しちゃいますね。はい。ちょっとこのサーボがアクセルの上に乗ってますよっていう説明がしづらかったんで、ちょっと今外しちゃったんですけど、完全に。はい。これがノーマルのフロントの、アクセルとステアリング機構一式っていう今状態になりますが、ここからですね、使いたいのは、このサーボが乗っかってるここれですね。これと、当然サーボで、ちょっと今外します。ここまで。で、こっちはもうノーマルで、今回の車体では不要になりますので、こっちに置いておきます。で、この時にちょうどこれ今、良かったですね、これ。きついですね。こう、チェックしてほしいのが、ここきつい個体があるんですよ、これ今、プラーンってなんないですね、このリンクが。これちょっと、他のボールのところと一緒なんですけど、ちょっとここきつい場合は、これですね、こう、プライヤーとかペンチとかで、こうですね、壊さないように気をつけてください。力の入れ加減で。こうギューギューギューって握ってあげると、ここがですね、もうちょいかな。こう、緩くなるんですよ。これですよ。ここを握る感じですよ。ここを。他のところに変に力かけちゃうとちょっと割れちゃったりするといけないんで、この輪っかですね。この輪っかのところだけを握るっていう感じ。ギュッ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 。はい、これで、こんな感じで、こう、離した時にプラーンってなるんで、これが理想的な状態ですね。軽く動くんで。はい。で、いよいよ、この頑張って組んだメタルアクセルですね。これが登場します。で、今回は、ファーストロットのジムニーなんで、向かって右側に赤い玉が来ると。で、この状態で、こうですよね。こうなる。で、こうかな。こういう風にするとうまくいくと思います。こうですね。この状態。で、どうしよう。後にしましょうか。ここ後で、またピロボール、金色の玉をつけて、で、これをパチッとはめるんですけれども、ちょっとここの調整は後でやりたいと思います。まず、車体につけちゃいましょうか。今回、このサーボマウントが、一緒にくっつけないといけないんで、これが大変なんですけど、はい、じゃあ、これもちょっと、組み付けて、後で向きが違ったとかってなると、大変なんで、しっかりそれ見ながら。これ車体じゃないですか。車体の前、後ろ、で、こうですよね。サーボが前向いてて、この向きで、赤い玉も前を向いてる。これが、取り付け位置じゃないですか。ひっくり返しますね。こうですね。こうで、すごい分かりづらくて申し訳ないですけど。で、今度このリーフをひっくり返すんで、それと一緒に、このアクセルもひっくり返した状態。この向きですね。この向き。この向きでつけていきます。分かりづらいですね。ちょっとどうやって説明したらいいかな。こうですね。今、後ろ向いてますよね。プロペラシャフトがこっちに来てて、サーボが上に乗っかってます。この状態。この状態で、こうなんですよ。わかります？大丈夫かな？くどい。わかってるよ、くどいよって感じですかね。なんか僕、これ、なんかすごい、たまに、僕もよく間違えるんですよ、これ。
うやって一生懸命くっつけて、よしできたと思ってくるってやったら、あれなんか全然違う向きだみたいなことがあるんで、ちょっとくどいんですけど、こうですね。で、これじゃあこの向きで置いときますね。この向きで置いといて、で、リアと一緒です。ここの、ランナーのゲート跡、なんかポチってなってるところ、そこだけ削って、はい。で、フロントは、この、プラのリーフ、これは1個なんですよ。なので、金属リーフ、このネジですね。ネジを、金属リーフ、プラリーフ、で、もう、サーボマウント、アクセルっていう風に行くんで、ここもう2本やっていきましょうか。2本。そうですね。はい、いきます。これで、ちなみにここもあれだ。2.5 で通しとくと作業はやりやすいと思います。はい。で、ここでサーボマウントは、この向きです。この向き。この向きで、これを、ここに、ここですね。ここに通します。そうするとこうなるじゃないですか。ひっくり返したとき。この向きですね。で、当然反対側も一緒ですね。ネジを金属リーフでプラリーフ、こうですね。でサーボマウント、こうなりますね。でこれがこの向きですね。アクセルが。アクセルにさっきのネジ2本、左右2本ずつか。左右2本ずつ合計4本を通していきます。はい、こんな感じ。で、リアと一緒。これですね。これで止めていきます。ここ合わせといて、ネジで止める。ちょっと仮止めぐらいにしといて、反対側も止めておきましょうか。止める。これ仮止めぐらいに一旦しといて、一応向きをチェック。こうやって戻したときに、ちゃんと問題ない状態になってるか。この感じですね。この感じになってるかっていうのを見て、で、本締め。本締めといっても、リアと一緒ですね。締めすぎないように気をつけながら、ほどほどで締めてください。で、このサーボのコネクターをこの溝から上に通しながら、戻しながら、こうピッと引っ張って、こうですね。で、ここ戻しちゃいましょうか。このピボットのネジ。これもリアと一緒ですね。戻して、これですよ、このネジ。この、ちょっとだけネジ山がついてるネジ。はい、これを戻して、で、上がなんかちょっとごちゃごちゃしてるんで戻しちゃいましょうか。はい、このサーボのコネクターですね。これ戻します。で、これ戻すときに、基板の裏ってトゲトゲがいっぱいついてるんで、これで怪我しないように気をつけてくださいね。で、この向きで、一番左が茶色。ここに戻します。で、このネジですね。頭がちょっと大きめで短めのネジ。これを戻しておきます。はい、こんな感じですね。で、今度、またこっち戻ります。このプラプラも気になるんで、ちょっと、プロペラシャフト、つ
けちゃいましょう。はい、これもリアと一緒ですね。今回は一旦仮止めで止めておきます。後でネジロック剤打ちます。はい、だいぶ形になってきましたね。これで、ここをつなぎたいんですよ。ここ。なんですけど、元々の通りにやると、ちょっとね、これ足りないと思うんですよね。リンクの長さが。足りるか。ちょっと一回つけてみます。これ、どうしても個体差もあったりしますので、これですね。この金色の玉と、これ、短い、どっちもメタルアップグレードパーセットについてるやつですね。この、スクリュービスと間違えないでくださいね。普通のビスです。こういう、今画面で、左がスクリュー、右が普通のビス。こっちと絶対間違えないでください。金属製のネジ穴に、このスクリュー使っちゃうと、ネジ穴が壊れちゃうんで、それはめっちゃ気をつけてください。このビスです。で、これを、これに通しながら、ここです。この外側の方。ここですね。ここに取り付けます。で、ここは結構取れやすいところなんで、しっかりと、まあ、金属同士なんで全部、結構力を加えても大丈夫なんで、まあ、それでも、うおらーみたいなのはダメですよ。こうグーって感じで締め付けてあげて、で、もともとジムニーについてたこのリンクを使うんですけど、これをパチッと取り付けてみます。こんな感じになると思うんですよ。ちょっとここの取り回しですね。今回本当に普通の例っていう感じでやってますけど、まあ、ここも結構工夫のしどころだったりはしますので、また、機会があれば他の動画でこんなリンクの取り回しの仕方もありますよっていうのは紹介できればと思うんですけど、今回は本当に普通のオーソドックスな取り付け方でやってます。ただ、ジムニーはもともとノーマル状態でもアクセルの上にサーボが乗る仕組みになってますので、これいいですよね。バンプステアって言って、このサスがストロークした時に、ここが、こう、ステアをちょっと切っちゃうような機構になってない。これなんかはバンプステアが出る車体なんですけど、こう、サーボがシャーシに乗ってるんですよ。このアクセルの上に乗ってるんじゃなくて。なので、バンプすると、こう、サスがストロークすると、わかりますかね？ちょっとステアリングが切れちゃうんですよ。こうやってやると。今、沈んだ時に右にちょっと動きますよね。これバンプステアって言うんですけど、これが、このジムニーは、アクセルの上にサーブが乗ってるので、バンプステアが出ないですね。これは結構いいとこなんですけど。はい。じゃあ続きいきます。これで、今回、大丈夫か。一応見てほしいのが、このジムニーの車体の場合はですね、ほぼほぼ、この、サーボのリンケージ、これがほぼほぼ水平になると思うんですよ。なので、サーボホーンもほぼほぼ垂直。この時に、このステアリングがですね、こことここが、まっすぐな状態が理想です。今回まっすぐですね。もうトリム調整で対応できるような感じなんで、ここは、調整必要ないと思いますが、まあ、場合によっては調整してください。ここの長さ調整でいけると思うんで、大丈夫ですよね。ここ、片方外して、でくるくる回せば、締め付ければ短くなりますし、緩めれば長くなるんで、それで、まあ、やったとしてもほんのちょっとの調整だと思いますので、それで調整してください。あとは、これ、今回、例としてやってるこのシャーシがですね、ファーストロットのシャーシになりますので、サーボこの向きですけど、セカンドロット以降のジムニーさんは、このサーボがですね、逆向いてますので、まあ、やり方は一緒なんで問題ないと思いますけど、適宜ですね、ご自身のお手持ちのシャーシに合わせて、このサーボですね、逆なんだなっていうのを把握した上でやってください。なんか動画見て、うちのジムに逆じゃんみたいな
風に思わずにですね、セカンドロット以降は逆なんで、それは、そのように組み立てていただければと思います。あ、ここにちょうど逆の人いるじゃん。これです。これが、こう、サーボの向き逆じゃないですか。こっちは向かって左側にサーボ本がいますよね。で、こっちは向かって右側にサーボ本がいますよね。これはまあ、ロットによって違いますので、ご自身がお手持ちのやつのそのままの向きでやってもらえれば大丈夫です。はい。じゃあ、ここまで来たらもう完成間近ですよね。もうボディつけて、タイヤつけて、で、最後に、ペラシャですね。プロペラシャフトの芋ネジのネジロック剤打って、それで完成っていう感じになるかなと思いますので、一応、この時点で動作チェックだけしておくといいと思いますので、ちょっと動作チェックをしましょう。いや、ジムニーの場合は、あれですね、ボディつけちゃった方が動作チェック簡単か。つけちゃいましょう。はい。これどうせこのコネクタつけないと動作チェックできないんで、これですね、このライトから来てるやつが今こう向かって基板の一番右上でしたよね。右上にこのコネクタを挿す。で、印つけてる人はもう大丈夫だと思うんですけど、これですね、このボディから来てる走行用バッテリーをつなげるためのこのコネクタ。これが、ここですね。はい。こうなるはずです。一番右上にライト。で、今画面で言うと、上から2段目の左側。ここですね。ここに走行用バッテリーのコネクタを取り付けます。はい。まず、ボディですね。ボディを戻しましたと。で、バッテリーをシャーシに装着して、で、今回、タイヤ取り付けてないんで、そのままちょっと置いちゃいますけど、置いて、で、送信機オン、車体オン、で、ペアリングします。これで、ステアリング問題ないか。ちなみに、このステアリングエンドポイントですね。ノーマルだと小で使ってくださいって感じになってますけど、これを大にしても、メタルアップグレードパーセット組み込んでる場合は、こう問題なく動きますね。こんな感じで。この切れ角が大幅にアップするっていうのもメタルアップグレードパーセットのいいところなので、これもチェックしながら、バックもちゃんとするか。そうですね。はい、これで大丈夫そうかなっていうところ確認できましたら、もう、あとはタイヤを戻して完成と。じゃあ、一回電源切って、タイヤですね。タイヤを、別の動画見ていただいている方は知ってると思うんですけど、一応マークしてあります。これフロントの L なんで、フロントの左ですね。これが RR なんで、リアの右ですね。みたいな感じで、一応僕はいつもマークして、同じ場所で同じタイヤを使ってます。はい。というわけで、タイヤも取り付けができまして、無事、メタルアップグレードパーセットを取り付けることができました。やっぱり、大変ですけど、このメタルアップグレードパーセットの取り付け。こう取り付けるとめちゃくちゃ重くなりますし、この、下側ですよね。車体の下側。当然これ下の方じゃないですか。アクセルがメタルになって重くなったんですけど、低重心化にもつながるし、何より、この切れ角ですね。切れ角が思いっきり上がるっていう。こんなに切れるようになりますからね。めっちゃ切れますよ。これぐらい。これぐらいになりますし、あと耐久性も上がる。で、やっぱり見た目が良くなる。で、使い込んでいった時のちょっとやれていった時というか、傷がいっぱいついていった時も結構やっぱり金属なんで、かっこいいんですよ。そういういろんないい点がありますので、ぜひ、初心者の方で、ちょっと難しそうだなと思う方も、この動画見ていただいて、
まあ頑張ればいけそうかなというのであれば、ぜひ挑戦していただければなと思います。じゃあ今回一応組み付けの動画になりますので、後編ですね。後編、これで終わりたいと思いますが、引き続きこれをまた走らせてみる動画っていうのも、ノーマルの車体ですね。せっかくこの比較用のノーマル状態を保った車体っていうのがありますので、これとちょっと比較するような形でですね、走行動画もまたお届けできればなと思っております。では今回あくまで組み付けということで、メタルアップグレードパーツセット後編ですね、これで終わりたいと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。